まさみチャンネル On the Tone。 広坂まさみの RC ライフ。今回はライバルについて話したいと思います。とは言っても僕は現役時代が非常に長くて、7歳から38歳までですので32年ほどあります。最終的には僕の RC 生活においての最大のライバルということで一人だけを選出したいと思うんですけれども、ライバルがとにかく多いので時代ごとのブロックに分けながら紹介していきたいと思います。まずはレースを始めた7歳の頃から初めて全日本選手権に参加した12歳の頃までのその6年間でのライバルを振り返ってみたいと思います。小学生の頃に京都の100万遍という場所に学生会館という施設がありました。そこは P タイル式のホールで毎週1回20分の1スケールのレースが開催されていまして、毎週参加するようになって父と共に通っていました。しばらくすると24分の1のサイズになってもう少し小さいものに変わるんですけれども、そこで圧倒的な速さを見せていたのが西澤健二さんという方でした。彼はボディ塗装がものすごくうまくて筆でペイントしていくんですけど、とにかく車の見た目がかっこいいんです。そしてものすごく速いんですね。その西澤さんに勝ちたくて必死に勝負を挑んでいたので、一番最初のライバルは西澤さんですね。それは僕が勝手にライバルだと思い込んでいるだけで、向こうがどう思ってるかは分かりませんけれども、僕にとっては一番最初のライバルは西澤さんでした。そしてその頃1978年頃なんですけれども、関西エリアのいろんなところで第1回電動 RC カーレースというのが開催されだしまして、京都の教習所で開催されたレースであったり、広島、岡山、鳥取などのレースに参加しだしました。そして間もなく大阪の門真市に門真サーキットというのができまして、そこに父と2人でバイクに荷物を積んで2人乗りで毎週のように通うようになりました。それが8歳の頃です。門真サーキットはおそらく僕の RC 人生の中で一番多く走ったサーキットだと思います。小学生中学生の時は常にこのサーキットへ通いまして、西日本グランドチャンピオンシリーズという大会で西日本一を目指しながら、同時に他のサーキットのレースにも参加するようになっていきました。当時僕はチキンレーシングクラブという自分たちのチームを作って活動していました。一緒に活動していたメンバーは、たくさんいるんですけれども、その中でも印象に残っているのが、当時の人しかわからないと思うんですけど、山中俊之さんであったり澤田さんであったり中島兄弟であったり片山兄弟ですね。そしてチキンレーシングクラブとガチンコで上位争いしていたライバルチームが土井康夫さん率いる土井レーシングチームというのがありまして、佐野和夫さんであったり土井秀幸さんであったり土井さんの娘さんがいたりというのが印象に残っていますね。これも当時の人にしかわからないと思うんですけれども、いくつかクラスがありまして、一番最上級のクラスに僕はいたんですけれども、その中で競い合ってたその衣笠さんであったり、浜田さん、加藤さん、岡田さん、森田さん、いろんな人の名前が出てくるんですけれども、同じクラスで競い合っていた人たちです。そしてチームキックの皆さんともガチンコバトルをしていました。特に宮川京子さんという方が飛び抜けて速かった印象があります。この他にも思い出せないぐらい大勢いて、とにかく関西にも真剣にレースに取り組んでいる人が多くいまして、そんな中で僕は毎週のようにサーキットで強豪選手に鍛えられていたということもありまして、最終的には西日本のチャンピオンになることができました。そしてその西日本のチャンピオンになるまでのライバルといえば、負けた記憶が残っている中島兄弟、佐野和夫さん、土井康夫さん、
衣笠さんあたりになるんですけれども、この中で一番を決めるというのは難しいんですけれど、あえて決めてみました。西日本チャンピオンになるまでのライバルナンバーワンは門真ラジコンがなくなる最後の年に6,000レースがあったんですけれども、僕はそこで3勝して優勝したんですが3回負けてるんですね。その時に僕に3回勝った選手にしたいと思います。その人は中島のお兄さん守さんです。残念ながら守さんは他界されてしまいましたけれども、数年前に京都で一緒にレースをすることができました。彼と子供の頃に優勝争いをして、そしてその数十年後、僕が引退した後にまたレースが一緒にできたということは、僕の RC 人生の中で忘れられない良き思い出になっています。そして話は少し戻りまして、門真ラジコンがなくなる1年前になるんですけれども、愛知県にある中央競馬場というところで開催された JMRCA 全日本選手権に初参加しました。その時は準決勝で各組で2位までに入れると決勝に進出できるというシステムだったんですね。それで8分レースの中で7分ぐらいでバッテリーダウンしてきたので、ピットインして充電したんですね。で充電して1位か2位ぐらいでピットアウトしようと思ったら失敗しまして、それでピットアウトに失敗して、結果落ちて、14位という結果で終わりました。この時に優勝したのが石原直樹さんという方で、見たこともないようなスピードで走っていたんです。でとにかく歩き方も走り方も話し方も操縦スタイルもかっこよくて、それから石原直樹さんが僕の憧れの存在になりました。で今でこそ日本選手は世界選手権の決勝進出の常連ですけれども、当時において石原選手は世界選手権で予選1位、決勝でもトップを走るぐらいの実力があったんですね。8分の1のエンジンカーのオンロードの世界選手権で TQ を取ったんですね、石原さん。予選1位。これ一番歴史のある種目で、そのニュースを聞いた時は衝撃的でした。ですので石原さんは僕のライバルというよりも憧れの存在で、別格の人ですね。当時はとても近寄ることはできなくて、一緒に写真を撮らせてもらったのはあれから30年後ぐらいの数年前に再会した時ですね。それはもう写真撮らせてもらってすごく嬉しかったですね。当時のオーラは全く感じられないんですけれども、今お会いしても憧れのままで、それは変わらないですね。ということで、レースを始めた7歳の頃から初めて全日本選手権に参加した12歳の頃までの6年間での最大のライバルは中島守さんでした。全日本選手権に参加しだしてからのライバルについてはまた別の機会で話していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。